日本史義時非道の先。北条義時は源頼朝の死後、人が変わったように非道を尽くして権力を手に入れようとする。北条義時は非道の先に一体何を目指したのだろうか。詳しく見ていこう。1199年、建久10年、北条義時が兄のように慕った源頼朝が急死する。中心者を失った鎌倉幕府は混乱し、御家人同士がいがみ合う。頼朝が伊豆で挙兵して以来、約20年近くを側近として仕えてきた義時には、頼朝が目指したものがはっきりと頭の中に投影されていた。古来から朝廷に虐げられてきた関東の武士が独立して作る武士による武士のための武士の世の中である。そしてそれは戦争のない和やかで平和な世の中の現実である。義時は民衆の幸せこそ一番大切だと考えたのである。頼朝なき今、その世の中を実現できるのは自分しかいないと義時ははっきりと自覚すると、あらゆる権謀術数を駆使して権力の中枢に上り詰める努力を開始した。伊豆の一豪族の諸子であった義時が頼朝と巡り合い、日本初の本格的な武家政権である鎌倉幕府の創建に関わってきた。義時は頼朝に付き従うことによって朝廷工作や御家人の扱い方などを通じて政治には多数派工作が一番大事なことを学んだ。そのため義時は北条時政や政子、そして三浦義村と協力して幕府内での味方づくり、多数派工作を進めていく。二代将軍源頼家の下で13人の合議制がスタートするが、頼家の乳母比企能員が梶原景時らと組んで派閥を形成する。一方の北条時政は頼家の弟源実朝を擁して対抗したため、幕府内は頼家派と実朝派に二分された。義時らは頼家の知恵袋である梶原景時の追い落としに着手して梶原一族を滅亡させている。三浦義澄に続いて足立守長が死去すると、鎌倉殿の13人の合議制は実質的に機能を停止する。義時は時政と謀って比企能員の娘若狭の局との間に頼家の男子一幡が生まれると、義和を暗殺して一幡もろとも比企一族を皆殺しにしている。時政らは頼家を廃してまだ12歳の実朝を第三代将軍に据えると、頼家を出家させて伊豆の修善寺に幽閉して暗殺している。北条時政が幕府の実権を握ると、妻の牧の方と謀って実朝の代わりに娘婿の平賀朝雅を将軍にしようとしたため、義時は政子や義村と協力して時政と牧の方を排除している。侍所別当の和田義盛をけしかけた義時は、和田氏と姻戚関係の三浦義村の裏切りで和田氏を滅亡させている。義時は政所と侍所の別当を兼務した最高権力者執権に就任する。そのため時政ではなく
義時が初代執権と唱える学者も多い。1219年寿永元年の正月、右大臣拝賀の儀式で、実朝が公暁に暗殺され、源氏将軍の血筋が途絶える。実朝の弔問に訪れた後鳥羽上皇の使者は、闇雲に上皇の長期の首領から持統を排除するよう求めた。義時は政子や大江広元と協議して、朝廷の要求をきっぱりと拒否している。使者の話を聞いた後鳥羽上皇は激怒するとともに、今こそ幕府を叩くチャンスだと考え、1221年承久3年に北条義時追討の院宣を下した。承久の乱の勃発である。地方の一豪族出身に過ぎない北条氏に多くの関東の武士たちが従うとは上皇は想像もしなかったのである。ところが長年にわたって朝廷から搾取されてきた関東の武士たちはいつか独立したいと願っていたのである。北条政子は古くから慣れ親しんだ武士たちに、亡き頼朝公の恩は海よりも深い、今こそ都へ攻め上るべきだと訴えた。大江広元も老いた体で駆けつけて、箱根や足柄の関所で迎え撃とうという消極的な意見が大勢を占める御家人たちに先手必勝を説いて回った。政子と広元の叱咤激励に奮起した義時の嫡男泰時はわずか18騎で直ちに京都を目指して出陣する。我も我もと後に続いた武士の数は19万とも言われ、わずか1ヶ月余りで幕府軍は朝廷軍を打ち破っている。後鳥羽上皇をはじめ三条皇を配慮した北条義時は日本史上初めて官軍を打ち破り、鎌倉幕府の執権を文字通り日本一の最高権力者の座に押し上げたのである。それ以来世界でも珍しいと言われる武士の世が650年余りも続いていくのである。義時はじめ北条氏の人々は苦難の時代を忘れず、贅沢をせず質素な生活を営んだと言われている。義時は青年時代に父の時政と共に厳しく税を取り立てる代官たちに泣かされ続けた。北条義時は目的のためには手段を選ばず残忍な行為も繰り返したが、それは青年時代の苦い経験から人々を幸せにしたいとの願望を持ち続け、その願望を実現させるためのやむを得ない手段だったのである。